はい、こんにちは。今回なんですけれども、タイトルの通りですね、完全ワイヤレスイヤホンのですね、レビューばっかりしている私が、普段実際に使っている完全ワイヤレスイヤホンをご紹介していきたいと思います。というのも、私のチャンネルではですね、完全ワイヤレスイヤホンばっかりですね、レビューはしてるんですけども、何十個も完全ワイヤレスイヤホンを持っていると、全てはですね、普段使っているわけではもちろんなくて、この辺にあるようなですね、数種類のイヤホンを使っているんで、私のですね、記録用という意味も兼ねてご紹介していきたいと思います。今回この5つですね、長距離移動中に使うもの、普段使いで使っているもの、それから、ジムでですね、運動している時に使っているもの、ランニング中の運動で使っているもの、それから、ちょっと特殊ですけど、PC でですね、作業している時に使っているものというこの5パターンに分けてご紹介していきたいと思います。このチャンネルではですね、2021年の時に総合ランキングとか、1万円以上のランキングとかいろいろですね、ランキング付けをやってご紹介してきたんですけども、その時みたいに点数付けとかはせずにですね、私が今好きなものとその理由についてですね、ご紹介していきたいと思います。ちょっと私ですね、3日前ぐらいに親知らずを抜きまして、口がですね、あんまり開かなくて、ちょっと滑舌がですね、いつも以上に悪いかもしれないですけども、お手柔らかにお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、ということでですね、私が普段使っている完全ワイヤレスイヤホンをご紹介していくんですけども、まず最初はですね、長距離移動の時に使っているイヤホンですね。長距離移動っていうのは、飛行機に乗って移動したりとか新幹線に乗って移動するようなですね、3時間とか4時間とかかけて移動する時にですね、使っているイヤホンになります。それはですね、こちらのソニーの WF1000X Mark IV ですね。やっぱりこちらは2021年の総合ランキングでも私のチャンネルでは1位とさせていただいた通り、やっぱりですね、いいイヤホンで、ノイキャン性能がやっぱり強いので、とてもですね、快適に移動ができます。このチャンネルでもですね、何回かご紹介したんですけども、私がコロナ禍になってから初めて遠出した九州に行った時も、こいつを持って行きましたし、あと新幹線でですね、この間、年末年始に帰省をしてたんですけども、その時もやっぱりソニーの WF1000X Mark IVを持って行ったという感じになっています。WF1000X Mark IVを出すと、他のチャンネルとかだと、こっちをですね、一番に紹介しているチャンネルもよくあるんですけども、テクニクスの EA80、AZ60 はどうなのっていう話も出るかもしれないので、こっちとですね、比較してなんでソニーを私は選んでるかっていう点についてご紹介していきたいと思います。テクニクスもですね、私のチャンネルでも総合ランキング2位にした通り、やっぱいいイヤホンでとてもですね、快適に使えるんですけども、やっぱこの2つを比較した時にノイキャン性能なんかはやっぱソニーのが高いですし、風切り音のですね、防止モードを入れておくと風切り音もこっちの方がですね、より一層ですね、軽減してくれるっていうのがまず一つ目の理由になります。そして二つ目の理由としましては、やっぱり操作感がですね、テクニクスよりソニーのが快適なんですよね。やっぱソニーはですね、全てのコマンドがイヤホン本体でできないっていうのがあったりとかして、そういう部分でやっぱ操作性はソニー悪いだろうっていう人もですね、結構ですね、いらっしゃるんですけども、でも実際に使ってみると全ての操作ができないという部分を差し引いても、タッチした時のレスポンスだったりとか、アナウンスだったりとかですね、動作がですね、キビキビ切り替わる部分とかで、かなりソニーっていうのはですね、操作感めちゃくちゃいいんですよね。やっぱり遠出している時っていうのは、自分がですね、普段行かない土地に行くので、やっぱ瞬時にですね、ノイキャンから外音取り込みに切り替えたい時とか結構あるんですけども、それをワンタップで簡単にパッて切り替えられるというのとかもとても気に入ってまして、で、その切り替えの時もですね、全然操作ミスが全くないんですよね。そういう部分で安心感があるという部分になります。具体的な例を挙げますと、飛行機を乗っていてですね、ノイキャンで音楽を聴いているわけなんですけども、CA さんがジュースなんかを運んできてくれた時に、ポンってですね、ワンタップすると、すぐにですね、パッと外音取り込みに切り替わって、イヤホンをしたものでも快適に CA さんとのですね、会話がスムーズにできるという部分とかありますので、実際にですね、そういうのを体感して、やっぱりソニーのですね、操作感っていうのはとてもいいなと思っています。テクニクスもですね、別に操作感悪いってわけじゃないんですけども、タッチをした時にですね、例えば2回タップとか3回タップをした時に、押してからワンテンポ上げてプップップって音が鳴ってですね、それがちょっと、ラグというほどめちゃくちゃラグはないんですけども、そういう部分でなんかタッチしててもですね、気持ちよさがないというか、若干ですね、やっぱこっちの方がちょっとタッチした時に違和感とかがあるなと思っていて、なかなか慣れずにですね、ソニーばっか使ってるという感じになります。それから3つ目のですね、理由としましては、ソニーもテクニクスもハイレゾ対応のコーデックである LDAC というコーデックに対応していますので、ハイレゾ音源を再生できるという部分では同じなんですけども、バッテリー持ちがですね、テクニクスの方が
だいぶ悪いんですね、LDAC で聞いた時に。テクニクスの方は LDAC にして音楽を聴いていると1時間で 30% ぐらいバッテリーが消費しちゃったというのがありまして、そうすると3時間ぐらいしかバッテリーが持たないんですね。今回ですね、長距離移動ということなので、やっぱ3時間4時間とかをずっとですね、イヤホンをつけたままにしておくとバッテリー持ちが心配になっちゃうという部分があります。ソニーもやっぱ LDAC だとバッテリー消費は早くて1時間で 25-6% ぐらい、バッテリーが減るということで、比較してみるとですね、1時間ぐらいかな、多分ソニーのがバッテリー持ちが良くなると思うんですが、その1時間が結構大きいなと個人的には思っていまして、テクニクスでですね、長距離移動していて、バッテリーが少なくなってきちゃったからイヤホンをケースに戻さなきゃいけないなとかですね、バッテリー今何%あるんだろうっていうのをですね、常々気にしなきゃいけないっていう風になると、ちょっとやっぱ心配ですし、長距離移動というところで、やっぱ狭い座席の中で、そもそも長距離移動でですね、後ろの人とか横の人とかに気を使いながら移動してストレスが溜まるのに、イヤホンにまでストレスをかけられたくないということで、やっぱソニーのがいいかなと思っています。やっぱソニーはですね、長距離移動の時でも安心して使えますし、そういう部分でですね、やっぱりソニーを使いたくなるなという感じです。この間の年末年始に帰省する時も、今回はテクニクスを持っていこうかなっていうのをちょっと考えたんですけども、結局ソニーをですね、持って帰省したということで、長距離移動の時とかはやっぱりソニーが快適に使えるなというので、長距離移動の時はソニーを使っているという感じですね。はい、続きまして、普段ですね、電車とかバスとか乗って1時間以内ぐらいでどっかに遊びに行こうという時に使っているものになります。そのですね、普段使いの時に今ですね、一番手に取りたくモデルがこの2つなんですけども、デノンの AHC830NCW とファイナルの ZE3000 ですね。こちらをよく使いたくなるモデルになっています。この2つはですね、ノイキャン性能ですね。デノンは一応ノイキャンついていますけども、マイルドですし、ファイナルはノイキャンすらついていないということで、音質に重点を置いた2モデルなんですけども、とてもですね、音楽も楽しいですし、空間表現が豊かで、高音域から低音域のどっかの音域を強調しているってモデルでもなく、楽曲のですね、良さを体現してくれるモデルとなっていまして、とても気に入って使っています。電車とかバスを乗って移動するときでも、1時間以内というか、私の場合ですと、駅まで歩いて20分ぐらいかかって、そこからですね、2、30分で都心のですね、渋谷とか新宿まで行けるというのもあって、電車とかバスに乗ってる時間が2、30分ぐらいであれば、そこまでノイキャンが強いモデルじゃなくても、ストレスもそこまでかからないかなというので、ノイキャンがですね、マイルドなデノンとか、全くノイキャンがついてないファイナルでもいいなと思ってこちらをですね、使っているという感じですね。今だとですね、この2つをですね、持ち歩いていることがとても多いんですけども、これとは別にあと2つですね、このゼンハイザーの CX プラスツルーワイヤレスとピアフォン5、この2つもデノンやファイナルに比べると頻度は低いんですけども、こちらも持ち出したくなる時があって、ちょこちょこ使っているという感じになっていますね。この2つもですね、音質にはとても定評があって気持ちがいい快適なモデルになってるんですけども、こちらの音も日によってはちょっとこっちのがいいなって、こちら完全に気分なんですけども、気分で選ぶ時があります。ただこっちの2つがですね、なんで使う頻度が低いかと言いますと、ちょっとデザイン面で個人的にはそんなにですね、あんまかっこいいと思ってなくて、ちょっとですね、利用頻度が低いなというのがあります。デザインなんて耳につけてたら自分で見えるもんではないんですけども、鏡なんか見た時とか使っていてですね、ちょっとテンションが上がるか上がらないかっていうところがですね、ありまして、この辺のデザイン性っていう部分も結構重要だと個人的には思っていまして、使用頻度はちょっと低いという感じですね。ということで、ちょっと出かける時なんか使っているのはこの4つ。特にこの2つを使っていて、あとたまにこの2つもですね、持ち出してみようかなって思う時があるという感じの使い方になっています。はい、続きまして、運動時ですね、ジムなんかに行ったりして、ウェイトトレーニングとか、そういう時に使うイヤホンがこちらですね。ジャブラのエリート7アクティブ。こちらになります。やっぱりエリート7アクティブは、このフィット感がとても良くてですね、快適に使用できますし、物理ボタンっぽくは見えないんですけど、物理ボタンになっていて、操作も快適にできるというものになっていますし、イヤホンを耳につけるとこんな感じに見えるんですけども、前から見た時とかですね、全然耳からはみ出てないということで、腕をですね、こう上に上げるようなトレーニングとかしても、邪魔にならないというのがあって、こちらをですね、よく使っています。小さいという意味でですね、エリート7 Pro とかもとてもいいんですけども、やっぱフィット感がとても良くて、全然ですね、耳からずれるっていう感じもないということもあって、やっぱジャブラ使ってますね。ジムのですね、運動ぐらいだったら他のイヤホンでも全然使えるかなと思うんですけども、やっぱこのフィット感は素晴らしいものがあって、他のイヤホンよりもこいつをですね、持ってジムに行きたくなるなというものがありますね。
エリート7アクティブが発売される前までっていうのは、エリート 75T とか使っていたりはしたんですけども、エリート7アクティブが発売されてからはやっぱりこいつですね、運動向きということもありますし、こいつをですね使っているという感じになります。もう今はジム行くんだったらもうこれでいいかなっていう感じで、他のものを持ち出そうっていう感じはあんまりしないですね。ということで、運動時ですね、ジムに行ってワークアウトするときなんかはこちらジャブラのエリート7アクティブを使っているという感じになります。続きまして、運動時でもランニング中なんかに使っているイヤホンがこちらになります。AG の小粒になります。AG の小粒はノイキャンも外音取り込みも入っていない、音楽を聴くだけのですね、ファイナルの ZE3000 と同じような感じなんですけども、こいつをよく使っています。この小粒はですね、名前の通り、とてもコンパクトでですね、小さいイヤホンになっていて、私の人差し指ぐらいの大きさしかなくて、とても小さいっていうのがとてもいいポイントです。先ほどご紹介したエリート7アクティブを使っても別にいいんですけども、あちらはですね、汗かいた時なんかも水洗いできる防水性能があったりして、とても優れていますし、フィット感もあっちの方がいいというのはあるんですが、やっぱり2万円以上するイヤホンということもあって、ランニング中に落ちてしまうってことはまずないと思うんですけども、もし落ちちゃってですね、なくしちゃったとか壊れちゃったとなると、とてもですね、ダメージが大きいので、こちら6000円ぐらいの小粒で、コンパクトでですね、小さくて、邪魔にならないイヤホンをランニング中は使っているという感じですね。で、ランニング中だとノイキャンをしているとやっぱり危ないので、そういうノイキャン性能なんかはいらないですし、落ちて、もし壊れちゃったりとか、紛失しちゃったりしても、ダメージが少ない AG の小粒を使っています。運動をしている時だと小さくて邪魔にならないというのがとても重要かなと思っていまして、この小粒とかですね、先ほどのエリート7アクティブもそうだったんですけども、かなりコンパクトだというのがとても売りなイヤホンになっていますので、使っているという感じになっていますね。小ささという意味だと、先日ご紹介したこちらのですね、イヤーファンのフリープロ2なんかも、こちらもとてもコンパクトでいいんですけども、こちらですね、まだ購入したばっかというのもあったりとかですね、音質なんかも、こちらかなり低音寄りだったりするので、私はですね、どちらかといえばそんなに低音めちゃくちゃ強いモデルよりかは AG のようなですね、とてもバランスの取れた音のが好きだなと思っていて、こちらを使っているという感じですね。ということで、ランニング中なんかの運動で使うときは、こちらの AG の小粒を使っているということになります。で、最後ですね、こちら PC での作業中に使うことがあるって言った方がいいのかな。そういうモデルがこちらですね。Apple の AirPods Pro になります。私ですね、この今皆さんが見ていただいている YouTube のですね、動画の編集だったりとか、普段ですね、今メインで使ってる PC っていうのが2020年モデルの M1 チップ搭載の Mac mini になるんですけども、そいつを使っていて、普段ですね、映像編集している時なんかは安いモニターヘッドホンですね、有線のものを使っていたりとか、映画を見る時なんかはスピーカーですね、ロジクールのですね、安いスピーカーなんかで聞いてはいるんですけども、私のですね、家の隣の土地がですね、今マンションを作っていまして、結構ですね、工事の音がうるさかったりとかして、作業している時にその騒音がうるさくて集中できないっていう時があったりするので、そういう時なんかはこちらのですね、AirPods Pro を使っています。AirPods Pro はノイキャンが優秀ということもあって、工事の音もですね、金属をですね、打ち付けているようなカン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 した音っていうのは消すのは難しいですけども、工事車両の音なんかはだいぶですね、軽減してくれるというのがあって、こいつを使っています。それ以外の理由としても、こちらですね、AirPods Pro の操作っていうのはこちら、ここをですね、ギュッと握って操作するということになっていて、この操作感は私あんまり好きじゃないんですけども、普段 PC で作業している時だったら、AirPods Pro 本体で操作するということはまずないので、特に操作感っていうのはあんまり気にしませんし、PC で作業している時は音を重視するというよりかは、そのですね、工事の音を軽減したいっていう目的の方が大きいので、特に音質なんかも重視しないというのがあります。あと一つですね、こいつを使っている理由としましては、やっぱ Mac との相性がいいのか、こいつは快適なんですよね。具体的にどういうことかと言いますと、そのですね、Mac mini と接続しているですね、無線のデバイスっていうのが複数ありまして、純正のですね、マジックキーボードですね、こちらを接続していたりとか、あと、無線のですね、マジックトラックパッドですね、ここでマウスを動かすマジックトラックパッドを使っていたりとか、あとは昔から家にあったこのバッファローのですね、Bluetooth のマウスを使っていて、常時無線のデバイスをですね、3つ接続して、作業をしているんですけども、これにプラスして無線のワイヤレスイヤホンをですね、使っていると、マウスのカーソルがですね、うまく制御できなくなっちゃう時があって、ツーって滑っていっちゃって、本当は右に行きたいのに矢印がずっと左の方にツーって行っちゃって、うまく制御できないみたいな、いう時があるんですよね。以前ですね、ソニーの WF1000X Mark IV とつなげてやっていると、その
マウスカーソルが制御できない時っていうのが結構頻発して作業が逆にストレスになっちゃったというのがありまして、で AirPods Pro に変えてみたら完全には治らなかったんですけども、そのマウスカーソルが制御できないっていう頻度が明らかに下がったというのがあって、なんでソニーだとそんなにマウスカーソルが制御できなくなる時があって AirPods Pro だとそうはなりづらいのかっていうのがですね、ちゃんとした理由っていうのは私ちょっとわからないんですけども、なぜか AirPods Pro のがそういう現象が少なかったというので AirPods Pro を使っているという感じですね。コーデがですね終わっちゃったら使うタイミングも少なくなるかなとは思うんですけども、PC でですね作業をしているときはこいつを使っているという感じになります。はい。ということで、今回ですね、2022年の1月版ということで、私がですね、実際に使っている完全ワイヤレスイヤホンですね、こちらご紹介してきました。お気に入りのイヤホンってこれになるということなんですけども、通話時に使っているイヤホンっていうのはですね、今回ご紹介してなくて、通話時に何使ってるのっていう思われる方もですね、いらっしゃるかもしれないんですけども、通話時専用にこれを使っているっていうイヤホンは、正直言ってしまうと私の場合はないという答えになります。というのも私、音声通話ですね、普通に電話をかけるときとか、スマホでLINE でですね、通話するとか、そういう時っていうのはほとんどなくて、連絡取る時っていうのはもうメッセージとかになってしまうので、通話はスマホでほとんどしないっていうのと、本業の方だとオンライン会議とか結構あるにはあるんですけども、会社のですね、PC を使ってやっていて、会社の規定で Bluetooth のイヤホンであっても、私物はですね、会社の PC にはつなぐなというですね、お達しが出ていまして、私が持っている、イヤホンたちですね、みんな私物ですので、つなげてなくて使っていないというものになっていて、会社にあるですね、なんか安い、有線のイヤホンをつなげて使っているという感じになっているので、通話時に使っているものはないということで、今回ご紹介しませんでした。実際にですね、通話時専用にするとしたら、テクニクスとかジャブラのイヤホンになるかなと思うんですけども、実際にはですね、通話時用としてですね、何かを使っているということは今のところはないですね。今回ですね、こちら、ご紹介してきまして、これから新しいイヤホンですね、2022年もたくさん出てくるでしょうし、それぞれの時期でですね、この辺のイヤホンっていうのは入れ替わったりしてきたりとか、その時の気分なんかによってこの辺入れ替わってくるとは思うんですけども、2022年の1月、現在だと私はですね、この辺を使っているということになっています。こんなにですね、使い分けてですね、イヤホンを使う人なんてですね、ほとんどいないとは思うんですけども、もし皆さんがですね、こういう時にですね、このイヤホンを使っているとか、そういうのがあればぜひですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、ということで、今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それから私はブログもやっていまして、そちらでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので、気になる方は時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。